皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ムン・ジェイン大統領の外交の苦境についてお伝えします。ムン・ジェイン大統領の展開している外交で言えば、まず第一に、米韓同盟の亀裂といったものが今は目立っています。在韓米軍の駐留費用について、交渉が決裂してまとまらなかったり、日韓の間においては徴用工問題があり、そして GSOMIA の問題もあります。こうしたいわゆるアメリカ陣営との間に仲の悪いことが目立っている状況にあって、そこにロシアや中国といったものが次々と介入をしようとしています。今回お伝えするのは特に中国の動きについてです。中国から王毅外相が渓谷に訪れているのですが、かなり好き放題に言っています。そして彼がどうしてそのようなことを言えるのかといったところについても今回は解説を行っていきましょう。それでは中国があの国でどのような外交を繰り広げているのか記事をお聞きください。渓谷で渓谷の同盟を攻撃した中国外相、自分の庭とでも思っているのか。中国の王毅外交担当国務委員兼外相は4日、ソウルでの韓中外相会談で、大国が小国をいじめること、強者が弱者をないがしろにすること、他国の内政に干渉することに反対すると言った。また、世界平和の最大の脅威は単独主義と覇権行動だとも言った。同外相の話を聞いて驚いた人も多いだろう。中国外相が他国で自分の国を非難したかのように聞こえたからだ。その言葉はこれまで中国がしてきた行動そのものだ。だがもちろん、王毅外相はトランプアメリカ政権のアメリカ優先主義を批判している。最近のトランプ大統領の行動には問題が多いが、これに対して中国ばかりはあれこれ言うことができない。それよりもっと甚だしい国が中国だからだ。終末高高度防衛ミサイルサードは、核のない渓谷が北朝鮮の核ミサイルに対応するための最小限の防衛武器だ。サードレーダーが中国までは見通せないという事実を我々は何度も説明したし、中国も分かっていることだろう。それでも中国はサード報復で2年以上も渓谷を苦しめている。サード散布では内政干渉にとどまらず主権まで侵害してきた。サード散布については次のページで解説をします。記事を離れてサード散布について解説します。サード散布とは1、サードの設置運用してはいけない。2、アメリカの弾道ミサイル基地を設置してはいけない。3、日米韓の安保協力を軍事同盟に発展してはいけない。渓谷は中国の命令を聞かなければならない。破った場合は制裁を加える。ここでは制裁を加えると私は書きましたが、2017年にはこのサードの設置を受け入れた渓谷に対して、禁韓令もしくは厳韓令と言われる制裁を発動しています。制裁の内容は、中国から渓谷への旅行目的での渡航を制限。中国での渓谷のドラマ、映画などの上映制限。中国での渓谷の芸能人の活動を制限。これらは公式に発表されてはいないし、法令等でもありません。しかし実際にこの禁韓令が発動されたと思われるような出来事が様々起こり、中国から渓谷に対する制裁は事実上発動されたと考えられています。それでは記事に戻ります。中国は渓谷に対して小国、小さな国という表現をよく使う。30、50クラブ、所得3万ドル、約330万円、人口5000万人以上入りした国は、渓谷、アメリカ、日本など世界で7カ国だけだ。南北の人口を合わせれば7700万人を超え、英仏より多い。その渓谷を少なくとも小さな国とは呼べないだろう。中国は渓谷、日本、ベトナムなど隣国にだけ省の字をつけている。王毅外相は5日、渓谷側の友好的な人物100人を急遽集めて昼食会をした。それ自体も無礼に当たる可能性があるのに、その昼食会に37分も遅刻してきた。しかも特に謝罪もなく、スピーチでは、中国復興は歴史の必然であり、誰も止めることはできないと言った。こうした中国に核の傘の提供をお願いしたらどうかという提案を大統領統一外交安保特別補佐官がした。いくら冗談めかして言った話だとしても、正気の沙汰なのか問わずにはいられない。中国の王毅外相は
K 国にやってきてかなり好き放題言っています。しかしその発言というものはこの記事の中にもあるように、完全に自分のことを棚に上げて、そして人のことを批判しているのでブーメラン発言になっています。例えば、大国が小国をいじめるな、などという言葉はまさに中国がこれまでチベットやウイグルに対して行ってきた非道な数々について反省しなければいけない言葉です。現在進行形においても、香港の民衆デモに陰から強烈な圧力を加えて弾圧を行っているのも中国です。そして覇権主義的な行動を取るなということも言っているわけですが、その行動を取っているのも中国です。一帯一路という構想をもとにして、アジア圏における自分たちの勢力をどんどんと広げようとしています。その野望というものは今やとどまるところを知らず、アジアだけではなくアフリカ大陸や南米大陸などにも及んでいますし、そこからさらに東ヨーロッパなどにも侵食が進んでいるような状況です。そもそも王毅外相が発言しているこの場所は中国ではありません。場所はK国です。カン・ギョンファ外相と会談を行ったり、そしてムン・ジェイン大統領とも面会をしています。これから何がわかるといえば、王毅外相にとってはもはやK国というのはアメリカの属国ではなく我々の属国だというふうに考えているからでしょう。王毅外相はK国に強く突きつけているものがあります。それはSAADの設置運営についてはこれを撤収しなさいということを突きつけています。このSAADの設置運営に関しては軍事的な目的云々というよりも現在においては政治的な問題の方が大きいでしょう。アメリカについていくのか、それともこれを契機にしてアメリカから離れていくのか、はっきりしろという態度表明を求めているのです。中国がしてはいけないと言っていた2つ目3つ目の項目について言っても、これまで以上にK国がアメリカに追随するのを許さないという意思表明です。例えば、中距離弾道ミサイルなどをアメリカ製のものが配備されるようになれば、その射程圏内に中国の大都市が入ってしまいます。これまでにおいても大陸間弾道弾などがあるのだから脅威は変わらないというふうに考える人もいるわけですが、発射地点が近ければ近いほど防衛は難しくなるものです。またこうした弾道ミサイルに付随する高性能のレーダー基地などが設置されれば、通信傍受などがより一層はかどるのは間違いなく、中国の手の内というものが見られてしまうという恐れがあるのは間違いありません。何にしても中国の要求というものは基本的には内政干渉そのものです。本来であればK国が自分自身で考えるべきもの、例えば軍事的な同盟についても中国は要求しているわけです。日米韓3カ国の軍事同盟に発展することは絶対に許さない。これ自体は日本についてもちょっと願い下げな部分はあるのですが、アメリカの弾道ミサイルを配置するのかどうかというのは中国が決めるような話ではありません。本来であればK国が自分で決めるべき話でしょう。しかし今回の王毅外相の発言をムン・ジェイン大統領は指して止めたという報道はありません。ムン・ジェイン大統領がここで反米政策を推進するといった態度表明をするのであれば、それこそSAADの設置について完全に撤収すべきだということをアメリカに申し渡して、国内に搬入された防衛ミサイルについて国外に追い出すといった手もあります。しかしムン・ジェイン大統領はそういったこともできていません。中国にすり寄るのであれば、こうした政策を進めるべきなのですが、そうしたこともできません。一方で、アメリカにすり寄るのかといえば、在韓米軍の駐留費用について承諾もしておらず、非常に中途半端な外交になっています。反米意識があるのかなというふうに思わせておいて、一方では親中政策も取っていないという非常に矛盾した状態になっています。中国の王毅外相がK国に来て様々なことを言っているのは、そうしたムン・ジェイン大統領に対して反米政策を取るのであれば、しっかりと推進しろというふうに後押しをしているようにも思います。ただしここで注意しなければならないのは、中国としても別にK国が自分たちの陣営に入るといったことを強く推進しているようには私には思えません。中国は東南アジアであればタイやカンボジア、アフリカ大陸様々な国、そして太平洋の島国たちを自分たちの陣営に引き込もうとはしています。しかしそれはあくまでも自分たちの衛星国として使い勝手の良い駒を手に入れようという動きです。しかしK国は中国が引き寄せて自分の陣営に寄せているというよりも、
勝手にアメリカと喧嘩したり、日本と喧嘩したり、自滅外交を繰り返した結果として中国にすり寄ってきているというようにしか見えていないでしょう。このような外交を繰り広げている国を信頼できる国があるでしょうか。このような状況を招いたのはムン・ジェイン大統領の非常に中途半端な外交の結果だと言えるでしょう。アメリカからも信頼されず、中国からも信頼されない。そして日本とは対立を続ける。このような状況はおそらくムン・ジェイン大統領が大統領である限りずっと続くのではないかと私は思っています。皆さんはこのニュースについてどのように考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それではチャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録を。動画を見終わったら評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。